皆さんこんにちは。リラ道具の林えぎなりさゆりです。今日は久しぶりに家族5人総出で巨大スーパーに買い物に行ってきたので、その、購入品を紹介したいと思います。7歳、2歳、1歳、家族が増えて物価が高騰したこともあって、ストックホルムに暮らす5人家族の食費はどうでしょうか。最近もうなかなか動画の編集をする時間がもうどうしても取れなくて、今回は子連れスーパーの帰宅後に超スピーディーに iPhone で撮影をしてみました。編集も1日で行ったもうパッと出しなんですが、我が家でよく買っているど定番のものだったり北欧っぽいものまでどんどん紹介していきます。商品の一つ一つの値段や合計金額も公開しますので、ぜひ最後までご覧ください。いいねボタンもよろしくお願いします。まず持参したリラ道具のエコバッグ3つでも足りず、ビニールのレジ袋を買いました。スーパーのレジ袋は1枚60円ぐらいです。皆さんこんにちは。リラ道具の林木のさゆりです。今日は巨大スーパーでめちゃくちゃ大量の買い物をしてきたので、さっと紹介していきます。味付けのスペアリブがハネスと私のお気に入りで時々買っています。パスタだったりカップラーメンも常備しています。ハネスが出張続きでワンオペの夜っていう時はもう子供たちに先に食べさせて、私はこういうカップ系とサラダと残り物でご飯を済ませることも多いです。コーヒー豆が切れていたので買いました。アルビートノールクフィストのシリーズが美味しくて気に入ってます。コーヒーは豆から引くので、なるべく新鮮なものを買うようにしてます。なんかヨーグルトを落としましたが大丈夫です。これは子供用のヨーグルト、1歳2歳用のヨーグルト。焼きそば、これは日清のカップヌードル焼きそばが買えます。高いですが普通のスーパーにも売っています。トルコヨーグルト、ターキッシュヨーグルトは、みんなの朝食の定番でよく買っています。ギリシャヨーグルトもありますが、トルコの方がちょっと滑らかかな。なんか朝食の流行りみたいなのがあって、今はヨーグルトに蜂蜜、我が家で人気です。ハンネスのヘッド&ショルダーですが、最近私もこれがなんかこうすっきりするのでよく一緒に使ってます。次サフト、これはカルピスみたいな濃縮されたジュース、水で4倍ぐらいにして飲みます。いろんな味があります。緑のがスイカとラズベリーの味で、ピンクのがザクロとラズベリーの味です。オーツミールでできた離乳食みたいな感じかな。1歳児と2歳のおやつに1日1個は必ず食べるので必要なグロットと、こちらはフルーツのスムージーですね。こういう手軽に食べれるおやつっていうのがやっぱ手も汚れないし、あと夜泣きで起きたりしても食べきれなくても蓋をして保管しておけるので、ちょっと値段高いですけど効率いいかなと思ってます。あとトッポギが今回売ってたので買ってみました。大きいスーパーだとこういう韓国系のものもすごく最近揃ってます。私たちお酒を飲まないので、この炭酸の新しい味が出るといろいろ試したくなって、ブラッドオレンジばっかりだな。ブラッドオレンジのいろんなメーカーの、ジュース、炭酸を買ってみました。炭酸は私もハンネスも飲むと1日2本は絶対なくなるので箱買いする時もあります。これさっき落としたベイビー用ヨーグルトなんですけど、さくらちゃんが1歳なので糖分控えめのヨーグルトにフルーツやシリアルを足しています。スウェーデンでミルクがゆに使うグロット米、グロットリースなんですけど、こちらが一番普通のスーパーでも買える日本米に似ているので、私たちはこのグロットリースを炊飯器で炊いて日本米の代わりによく使っています。お寿司にもね使えます。12ヶ月以上用の粉ミルク、夜寝る前に一度あげています。必要な栄養素がたくさん入ってるので、1人目の時はなぜか粉ミルクは使わないぞみたいな変な意地があったんですけど、3年目はもうね最初から粉ミルクと混合にしていました。スーパーによってこのうどんはあるとことないとこあるんですけど、見つけたら絶対に買っています。本当にうどんなら子供たち3人とも食べるので、うどんとめんつゆは我が家に必須です。これはコーン缶です。このボンドゥエルというメーカーが甘くて、これも見つけたらボンドゥエルのコーン缶を必ず買ってます。これもまた炭酸追加ですね。夏になるとね結構いろんな味の炭酸が増えます。オートリーというオーツミルクなんですが、牛乳の代わりにオーツミルクを使うことが、我が家の定番になってるんですけど、これはキャラメル風味がついてるので、コーヒーに混ぜるとちょっと甘くなる感じです。こちらは柔軟剤、こちらは柔軟剤。このシャンプーとボディーソープがハンネスの定番で、私も時々借ります。
私は私のシャンプーとか使う時もあるんですけど、こうやって大容量のを買ってポンプ式のボトルにいつも詰め替えてます。卵2つ、なんか12個入りの1つの買うより6個入りを2つ買った方が安かったらしくて、ハンネスが。卵もこれはフリーなのかエコなのかによって本当にたくさんの種類があります。シュニッツェル用の豚肉です。こちらは薄切りの肉っていうのは売ってないので、このシュニッツェル用のとんかつや生姜焼きに使っています。冷凍のサーモンです。結構お魚は冷凍されて売っていることが多くて、こちらはかなりお買い得で買いました。最近魚もお肉もやっぱ値段が上がってるので、冷凍で買うことが多いです。お寿司の時はお刺身用のおサーモンを使っています。ちょっと割り増して高級ですけど安心かなと思って。2キロの冷凍鶏肉です。もう私がワンオペで夜ご飯作ることがすごい多いので、子供たちの量だったり1週間でお肉が使い切れないこともあるので、ほとんど冷凍が多いです。ソーセージは必須です。このまま食べることもあるし、ホットドッグにして食べることもあります。こっちでホットドッグは間食のおにぎりみたいな感じで、よく学校でも食べられてます。じゃがいもや人参とか野菜はこのように量り売りで買えるので、必要な分だけ買うことが多いです。このじゃがいも入ってるのもビニールに見えるんですけど、アイムグリーンって書いてあって、プラントベースでリサイクル可能な袋になっています。普通のパプリカも売ってるんですけど、このスペッツパプリカの方が消費しやすいというか、ちょっと皮が薄いので1歳2歳も食べやすいし、赤いパプリカが多分色的に子供たちが好きなので、よくこれを買っています。きゅうりはなぜか一つ一つこうやって個包装されてることが多いです。こっちのきゅうり分厚いんですけど、もう1日1本なくなります。人参も結構袋ごとにこの大きさとか形っていうのが違うので、一つ一つチェックした方がいいです。絶妙に玉ねぎ3つだけ買いました。カレーを作りたいと思ってます。あんまり玉ねぎは我が家で人気じゃないので、食べきれる量を買ってます。紫玉ねぎだと生でもサラダに入れて食べやすい玉ねぎになってます。あとリンゴも絶妙に2つなんですけど、帰りの車で食べるかなと思って2つだけ買いました。リンゴは幼稚園とか小学校のおやつにそのまま皮ごとかじって食べたりよくみんなしてます。今回ね、自転車用のすごいでっかいワゴンを買ったんですね。また気になる人はぜひインスタグラムをチェックしてみてほしいんですが、そこでこのホットドッグの靴下を買ったので、私とハンネス用に買いました。穴が開いてる靴下とかを平気で履いちゃうような人なので、私が見つけた時にこうやって買ったりしています。あとこの豚もね見つけて、犬用のおもちゃだったんだけど、音が面白いなと思ってレコーディング使えるかなと思ったのと、普通に子供たちのおもちゃ用に買いました。帰宅してすぐトイレにも投げ込んだので忘れてたんですけど、おむつも買いました。1歳児と2歳児が同じサイズを使っているので秒でなくなります。あとジュース箱買い、夏はこういう風にまとめ買いします。さっき足早になったサフトなんですが、友達が遊びに来た時に出したり、濃いめにしてキャンディー棒などをつけて冷凍庫に入れるとアイスキャンディーが作れたりします。この日土曜日だったので、スウェーデンではロードグゴーディスっていう土曜日にだけお菓子を食べようみたいな習慣があって、子供たちと一緒にゴーディスを選んで少しだけ買いました。こちらも量り売りで売ってます。今回は全部でHur mycket kostar? ちょうど今回は全部で1600クローナぐらいでした。だいたい1週間に1回ぐらいだし、この冷凍のものはチキンとかを結構使えると思うんですけど、家族が5人になると食費もかなり高くなっていきますが、頑張っていきたいと思います。チャンネル登録、いいね、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではヘイドーヘイドー